2024年6月版 Netflix おすすめ作品4選。今回は2024年6月に配信が始まったばかりの新作から特に面白かった作品を4本に厳選して紹介します。内訳は映画1本とドラマ3本です。すべて Netflix オリジナル作品なので配信終了の心配もありません。ぜひ参考にしてみてください。それでは早速紹介していきます。Netflix 6月のおすすめ作品、セーヌ川の水面の下に。セーヌ川に現れた巨大なサメと人間たちの戦いを描くフランス映画です。海洋研究者のソフィアは夫や仲間と共に長年追跡しているアオザメのリリスを探していました。ある日の調査でリリスが以前よりはるかに大きく成長していることに気づきます。チームが血液サンプルを取ろうとするとリリスが突然暴れ出し、夫や仲間を食い殺してしまいます。この出来事によって精神的なショックを受けたソフィアは事故から3年後、パリの水族館で働いていました。そんな中、環境活動家のミカが現れて、彼女はリリスがセーヌ川に現れたと知らせます。一方パリではトライアスロンの世界大会が迫っていて、街には人知れず危険が迫っていたという物語です。この映画はセーヌ川を舞台にしたパニック映画です。舞台となるパリといえば7月にオリンピックを控えていますが、この内容をよく映画にできたなと感じる作品になっていました。映画は環境問題や海洋汚染によって海洋生物への影響を問題視するような描写や、環境活動家が過激化していく描写もあり、現実に即した真面目なタッチで描かれていきます。一方で物語が進んでいくと、サメ映画らしいツッコミどころ満載の荒唐無稽でバカバカしい展開になっていくので、パニック映画として真面目と不真面目のバランスのいい作品になっています。内容はセーヌ川でサメが暴れ出す以上のものはありませんが、想像以上にとんでもない展開になっていくので、振り切った作品が好きな人は楽しめると思います。Netflix 6月のおすすめ作品、ジョコ・アンワルのナイトメア&デイドリーム。インドネシアを舞台にした超常現象 SF シリーズです。このドラマはインドネシアの首都ジャカルタを舞台に異なる年代の別々の人物に巻き起こる超常現象を描いた作品です。全7話からなるエピソードはそれぞれホラー、スリラー、ミステリーなど多様なジャンルの独立したエピソードですが、順番に見ることで共通点やつながりが見えてきます。その仕掛けがすごく面白くて、最終話に明かされる事実が鳥肌ものでした。物語の背景にはインドネシアの40年間の歴史が関係していて、民主化への動きや貧困、経済格差の問題が根底にあります。これによってキャラクターが超常現象を体験する理由や状況に説得力が生まれていました。全7話の中でも特に面白かったのが第3話と第5話です。第3話では小説家が自分が書いている小説の主人公と同じ体験を共有するという物語です。第5話は愛し合う夫婦が思わぬ障壁によって2人の仲を試されるという物語です。どちらも単体のエピソードとしての面白さと全体を通して見た時の物語の重要性のバランスが見事でした。このシリーズは同じ Netflix 作品のブラックミラーシリーズやギレルモ・デルトロの脅威の部屋に似た印象があって、これらの作品が好きな人や超常現象、オカルトの要素が好きな人は間違いなく楽しめると思います。Netflix 6月のおすすめ作品、旋風。汚職に立ち向かう政治家の姿を描いた韓国ドラマです。検事から政治家に転身したパク・ドンホ首相は、信頼していた大統領や閣僚たちの汚職を知ります。国会議員だった親友が政界の闇を暴こうとして濡れ衣を着せられて自殺したことで、ドンホは手段を選ばずに腐敗と立ち向かうことを決意します。そこでドンホは大統領の暗殺を図り、大統領が昏睡状態となった後、権限代行として実権を握り、その短期間で汚職政治家たちを一掃しようとします。一方で副首相のパク・スジンは大統領と大手財閥企業の癒着を導いた張本人でした。彼女はあらゆる手段を投じてドンホの前に立ちはだかり、2人の対立はやがて韓国政治を大きく揺るがす事態に発展していくという物語です。このドラマは腐敗した政治の世界を変えたい首相とそれを阻止しようとする副首相の対立を描いた政治ドラマです。物語はまるで政治を舞台にしたチェスゲームのようで、根回しに次ぐ根回し、相手の裏をかく戦略など政治ドラマとは思えないほどの2点3点を繰り返す展開の速さが魅力です。スジンは徹底的に汚職を隠して保身に走る体制側の人間ですが、かつては学生運動を率いて韓国の民主化を訴えた人物でした。そんな彼女が政治家となり体制側に染まってしまうという皮肉と、汚職政治家を一掃するという名目で独善的に権力を行使していくドンホの姿が印象的です。
国のトップ2人の権力争いを描いているので、意思決定と実行までのスピード感が異常で、国民が完全に置き去りにされている点が気になりますが、軍事政権から民主化への転換という韓国の歴史的背景をベースに、多くの人が楽しめるどんでん返しの政治エンタメとして面白い作品でした。Netflix 6月のおすすめ作品、スーパセル。南ロンドンを舞台に思いがけず超能力を手にした黒人たちのドラマです。宅配ドライバーのマイケルは恋人のディオンヌと幸せに暮らしています。ある日マイケルは念願のプロポーズを成功させ、2人は幸せの絶頂にいました。ところがその夜、マイケルの目が突然光り出し、彼は未来へと瞬間移動してしまいます。未来の世界では見知らぬ4人の超能力者たちがフードをかぶった謎の人物たちと戦っていました。さらに驚くことに、その4人を率いていたのは未来の自分自身だったんです。未来のマイケルはディオンヌが死ぬ運命にあることを告げて、運命を変えるためには4人の能力者たちと協力する必要があると伝えます。現在に戻ったマイケルはディオンヌの運命を変えるため、超能力を持つ4人の人物を探し出し、未来を変えようと奮闘するという物語です。このドラマはイギリスの南ロンドンを舞台にしたスーパーヒーロー作品です。超能力を描いたヒーロー作品ですが、登場人物たちは典型的なヒーローとは程遠い存在です。前科を持っていることで仕事が安定しないアンドレは、息子を養うことに苦労しています。看護師のサブリナは、懸命に働く一方で評価されず、自由奔放な妹の交友関係も不安に感じています。ドラッグの売人であるロドニーは、お金を工面することに苦労しています。ギャングのリーダーであるテイザーは、対立するギャングとの抗争に明け暮れています。彼らは意図せず超能力を手にしますが、いわゆるヒーローのような世のため人のためではなく、それぞれが自分のために能力を使います。一見するとキャラクターが低所得者層の黒人コミュニティのステレオタイプのようにも見えるんですが、それぞれの生活を丁寧に描いているので、抱えている問題と対処の仕方も多様で、メインキャストが全員黒人である意味もよく伝わります。一方でドラマは一番盛り上がるタイミングで終わってしまうのがもどかしいところです。見れば思わず続編が制作されることを期待してしまうような新鮮なヒーロー作品でした。ということで今回は2024年6月の Netflix 新作おすすめ作品を紹介しました。今月の一押し作品はナイトメア&デイドリームと旋風です。この2つの作品はインドネシアと韓国がそれぞれ民主化へ向かう激動の時代背景という点で共通しているので、合わせて見ても楽しめると思います。このチャンネルではおすすめの映画やドラマを紹介しています。動画が良ければ高評価、チャンネル登録お願いします。最後までご視聴ありがとうございました。